皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。今回は日本人の恋愛文化について話していこうと思います。結構ね、日本の恋愛文化って独特ですごく日本文化を象徴しているかなと思います。日本人はどんな出会いをするのかとか、恋愛に関する日本のスラングなんかも紹介していこうと思います。まずはね、日本人は何歳から彼氏または彼女と付き合い始めるのか。私のイメージだと、ヨーロッパやアメリカなどの西欧文化と比べて、日本は遅いイメージがあります。私が子供時代は、小学校の頃はみんなわんぱくで、恋愛してる人は周りにいなかったですね。中学校になると、13歳、14歳くらいですかね。ませた子がちょこちょこ出始めたかなと思います。ませるはなんていうか、子供がおしゃれに気を使い始めて、子供なのに大人ぶっている時に使う言葉です。大人が子供をからかう時とかに使えます。ませた中学生とか、ませた女の子とか。中学生で彼氏彼女ができるませた子はぼちぼちいましたね。中学生で付き合うことになると大体同じ学校内で付き合うことが多いので、カップルが成立するとみんなに知れ渡ります。誰と誰が付き合ってるらしいよって話題になるので、今思えば噂話の標的だったなと思います。高校生になると彼氏彼女がいる人も増えます。もしいなくても普通というか、いてもいなくてもそんなに変じゃない気がします。中学生とか高校生で彼氏彼女がいてもほとんどは別れるっていうか、その時の青春って感じですね。まだまだ若くて子供の部分もあるので、親が反対する人とかもいます。私の友達では付き合ってるのを親に必死で隠してデートに行く人もいましたね。デートって言っても公園でゆっくりしたり、学校帰りに2人で一緒に帰ったり、ショッピングモールに行ってプリクラ撮ったりって感じです。皆さんプリクラってわかりますか？プリクラとはプリントクラブの略なんですけど、誰もプリントクラブとは言わないですね。プリクラは写真を撮ってシールに印刷してくれる機械です。400円くらいで撮れるんですけど、写真にデコレーションをつけたり、落書きしたりできて可愛くできるんですよね。私が学生の時はプリクラ大好きで、いっつもプリクラばっかり撮ってました。今はスマホが発達していて、スマホでも写真を撮ったり、可愛くデコレーションできるアプリとかがあるので、昔ほどは人気がない気がします。若いカップルにはプリクラが大人気でしたね。大学生になると彼氏彼女がいる人がかなり増える気がします。大学生になると行動範囲が広がったりとか、
一人暮らしをして親の目から離れたりして恋愛を始める人も多い気がします。大学生くらいから合コンする人が出てきます。合コンとは出会いを目的に男女で飲み会をすることですね。私は実は大学生の時に合コンに行ったことがあります。その時は違う大学の人との合コンだったんですけど、男5人、女5人の合コンでした。合コンってだいたい3対3とか、多くて5対5だと思います。そんなに多い人数でやることはないと思いますね。私は正直あまり合コンは好きではなかったです。なんでかというと、なんとなく見定めされている感じがして、あまりいい気にはならなかったんですよね。で、社会人になると、さらに自由になって、経済的にも余裕が出てきて、恋愛する人が多くなる気がします。出会いが一番多いのは、やっぱり職場じゃないですかね。でも職場内で恋愛していると、噂話されるターゲットとかになりやすいので、隠している人が多いと思います。それから友達の紹介で出会う人もいます。合コンをする人ももちろんいますね。私の友達は実際に合コンで知り合って結婚までした人もいます。クラブに飲みに行って出会った人と付き合っている友達もいましたね。それから最近はマッチングアプリを使う人も増えてきていると思います。でも簡単に新しい人に会える分、真剣に考えている人も少ないイメージです。いわゆるやりもくの人とかですね。やりもくっていうのはやる目的だけ。体の目的ってことですね。あとは詐欺目的の人もいるっていうのをよくニュースとかで見ますね。悪いイメージが先立っている印象ですけど、人によっては真剣な交際につながる人もいます。それから結婚相談所っていうのもあります。結婚相談所は入会金を払って、その後は月額制で支払って、プロの人に合いそうな人を紹介してもらうところです。入会金だけで数十万するので、お金が結構かかるイメージです。その分、真剣に出会いを求めている人とか、自分の条件を優先させたい人とかが集まっているイメージです。世間の偏見だと、結婚相談所に行く人は30代から上の世代で、若いうちに結婚できなくて焦っている人が行くっていうイメージがありますね。プロの方がデートの時にはどのような服を着ればいいとか、どのような話をすればいいとかアドバイスしてくれます。で、相手が見つかったら大会って流れですね。私は使ったことないんですけど、プロの人がいたら心強いですよね。一昔前まではお見合いとかもあったみたいですね。お見合いは親とか自分の上司がパートナーを紹介する方法ですね。実際に私のおばあちゃんおじいちゃんはお見合いで出会ってます。親が自分のパートナーを探してくるって考えたらすごく変わった方法ですけど、
おばあちゃんの時代では結構普通だったみたいです。でも今の時代ではほぼないと思いますし、周りでも聞いたことはないですね。でね、もちろん人によるんですけど、社会人になると彼氏彼女がいないと逆に冷たい目で見られる感じがします。親戚とか家族からはいい人いないのとか、そろそろ付き合ってる人いないのとか言われました。パートナーがいないときは家族からの見えないプレッシャーを感じてました。私はもう結婚してるので、世間からの結婚に対するプレッシャーからは解放されました。それから日本では告白の文化があります。男女がカップルになるためには、好きなので付き合ってくれませんかとはっきりと言う必要があります。なんとなく一緒にいる時間が長いからとか、体の関係があるからっていうだけでは付き合ってることにはなりませんね。日本では関係性をはっきりとさせるまではカップルではないです。逆に関係が進展しているのに告白をしていないと都合のいい関係なのかなと思われたりすると思います。それから最近 SNS で流行っているのがおごるおごられ論争です。これは1回目のデートで男性が女性におごるべきかどうかという論争です。全額分男性が女性におごるべきか、割り勘にするべきか、自分の分は自分で払うべきとか、いろんな意見を見ます。最近は男女平等を重視する社会になってきているのに、男性だけ払うのは違うんじゃないかとか、女性はデートでおしゃれするためにお金を払っているんだからおごってもらって当然とか、私の周りの意見を聞いていると、男性だけに払ってもらうのは悪いから自分も払いたいっていう人が多いです。でも日本は本音と建前の社会なので、みんなの本音はどうなのかは謎です。私の本音を言うと、1回目のデートは男性が払ってくれたら嬉しいと思います。おごってくれたら女性として見てくれているのかもって思いますね。割り勘にされたら、あ、友達として見られてるんだって感じますね。逆に男性の友達とどっか行った時には変に借りを作りたくないし、後でお礼するのもめんどくさいので割り勘にしてほしいです。もし男性の友達がおごってくれるって言っても嬉しいというよりは、次は私が払ってプラマイゼロにしなきゃっていう気持ちが大きくなります。これも結構私の個人的な意見なので、日本人女性がみんなそうに思っているわけではないので、そこはご了承ください。でね、次は結婚のことについても話したいんですけど、日本の初婚年齢の平均は約30歳です。私の周りを見ていても、30代で結婚している人もかなりいるので、逆に20代前半で結婚とかだと早いなぁと思います。
最近は晩婚化が進んでいて、恋愛よりも自分のキャリアとかやりたいことを優先する人が増えているなと思います。結婚するまでの付き合う期間なんですけど、2年以上は付き合っている人が多い印象です。1年未満だとスピード婚と呼ばれます。付き合ってから結婚までが早いからそうに呼ばれてますね。それから妊娠が発覚してから結婚することを出来婚とか授かり婚と言われます。出来婚は子供ができちゃったから結婚したっていうニュアンスが含まれているからあんまりいいイメージはないです。どっちかっていうとやらかしたねとか無責任だねみたいな意味が含まれているので、友達とかには使わない方がいいです。授かり婚は子供は神様が授けてくれたからおめでたいねみたいなニュアンスがあるのでプラスなイメージがあります。どちらも同じことなんですけど、授かり婚の方がいいイメージがあるので、失礼になりたくないときは授かり婚という方がいいと思います。はい。日本の恋愛文化はこんな感じですかね。皆さんの国の独特の恋愛文化とかありますか？もしあったら興味があるので、ぜひコメントで教えてください。はい。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。